来たぞ。草笛を吹いている。確かにエルフだ。けれど男のようだ。ザクソンのエルフは女のはずだが。女と見まごうってやつかもよ。賞金首、こいつをいただけば出世間違いなしだ。貴様、エルフの精霊使いだな。見ただけでわからないのか。仲間が来る前にやっちまおうぜ。仲間？とぼけるな。ザクソンの反逆者どもは貴様の存在が結構強みだってな。なるほど。私の他にもう一人エルフがいるということか。すっとぼけはそこまでだ。その賞金首もらった。やれやれ。人間という生き物は何百年経っても争いから流血沙汰とは縁が切れないのか。ほざくな。ティアおまけに礼儀も知らぬ。私を怒らせたいか。ほう、怒るとどうなるのだ。そうか。本気で怒らせたいか。やってみろよ。我がしもべよ。偉大なる風の王ガナシよ。我が召喚に応じ異界より姿を現せ。風を裂きて刃となせ。なんだこの風は。体が切り裂かれる。愚かな。ディートリットの行方を教えてくれたことには一応感謝しておこう。ザクソンか。戦の歴史に終止符はない。ことにロードスは大きな戦いが終わってもなおまるで次の戦いを待ち望むように各地で不穏な状態がくすぶり続けている。400年の歴史を持つここアラニアの地も例外ではなかった。先の王カドモス7世の暗殺劇に続く王位継承戦争で国土が荒れ果て千年王国と呼ばれた栄華は見る影もない。現在暗殺の張本人であると噂される国王の弟ラスター公によって仮初めの統治がなされているが、民をないがしろにする圧政に対し抵抗する人々もわずかながらも出てきていた。白竜山脈に閉ざされた小さな村ザクソン。そこに住む北の賢者と呼ばれる一人の魔術師を中心にアラニアからの独立を望む者たちが戦い続けている。こんな子供で容赦するな。ラスター公に逆らうことの恐ろしさを思い知らせてやれ。誰かザクソンへ走れ。知らせるのだ。ラスター公の遊撃兵が。大変。気が来ましたよ。セシルの大変は。大変なのは我が家の扉のようですけれど。壊れたら僕が直します。でもレイリア、今度は本当に大変なんです。ちゃんと聞こえていますから、もう少し静かに話せませんか。落ち着いている場合じゃないんです。南のハナムの村がラスター公爵の遊撃兵に襲われたんです。ハナムの村が？ええ。アラニア兵は何の警告も与えずいきなり襲撃をかけ、女子供年寄りに至るまで見境なく殺戮の限りを。なんという。村長の一家は惨殺され、かろうじて一命を取り留めた村長自身はアラニア兵に捕らえられたようだと。おそらく私たちと志を同じくする者たちへの見せしめでしょう。我々に手を貸すとこういうことになると。ラスター公命、卑怯な真似を。セシル、怪我をしている人たちは？村の婦人たちが手当てをしてくれています。あなた、私も行ってまいりますわ。それからセシル、リードにも手伝ってくれるよ。すみません。セシル、まさか。ええ。二人でハナムを偵察すると言って飛び出して。止めなかったのですか？止めて聞くもんですか、あの二人が。
確かにいくつになっても鉄砲玉のようなところは抜けないみたいですね、パーンは。でも大丈夫だと思いますわ。パンも随分と分別を心得てきましたし、リードも一緒なら無茶はさせないでしょう。それを信じましょう。ハナムの村はつい昨日まで平和な暮らしが営まれていたとは信じられないようなありさまだった。家屋は焼け落ち、田畑は馬や兵士たちによって踏み荒らされている。その周囲にまるで戦利品のように村人のむくろは打ち捨てられていた。アラニアの兵士たちはそれを当たり前の風景のように放置し、自分たちは勝利の宴に酔っていた。あいつら声を低くして。分かってるけど。パン、少し近寄りすぎたんじゃない？これ以上ここにいるのは危険だわ。戻りましょいや、連中の正確な数を掴んでおかないといつザクソンが狙われるかわからないからな。村の向こう側に回ってみよう。でも無茶はしないよ。ディード、向こうの子たちに何かいる。風が動いたわ。何かが私たちをじっと見ている。遊撃兵か。人間とは思えない。魔物？それともまさかダークエルフ？わからない。シルフの守りをかけてくれ。遊撃兵にしてもそうでないにしても襲われる可能性は高い。頼むぞ。待って、この音、聞き覚えが。ディード、草笛？まさか。ディード、来るぞ。気をつけ。エスタス。草笛の主は若草色のマントを羽織り、銀融詩人がよくするように羽飾りのついた帽子をかぶっていた。白銀に近い髪を風になびかせ、少々冷たく思えるほどの端正な顔立ち。そして帽子の両横からは鳥の風切り羽にも似た2つの耳が突き出ていた。久しぶりだね、ディートリット。エスタス、やっぱりあなただわ。なかなか綺麗になった。ディードの知り合いか。仲間よ。帰らずの森の仲間のハイエルフなの。ハイエルフ？意外かね。いえ、ディード以外のハイエルフは見たことがなくて。見せ物ではないのでね。すいません。エスタス、わざわざ皮肉を言うために来たの？まさか。じゃあディード、先に彼とザクソンに帰ってくれ。俺は連中の数だけ確認して。ダメ。一人でなんか行かせるものですか。エスタス、ごめんなさい。せっかく会えたのに家に招待もできなくて。アラニアの兵士は50名、そのうち騎士が10名、兵士が30、弓兵が10。エスタス、調べてくれたの？すまない、助かるよ。君のために調べたわけではないから礼には及ばん。エスタス。ディートリット、どうしたんだい。君の住まいに招待してくれるんじゃなかったのかい。パン、まったくあなたという人はその鉄砲玉みたいな性格直せないんですか？ごめんセシル。セシルが言ったって説得力まるでなしね。なんですって？パン、心配したぞ。オーレス。パーンに何かあったら村中大騒ぎだからな。自重してくれよ、聖子殿。すまないエイビス。そうだよ、偵察に行くなら俺たち自警団に声をかけてくれなきゃ。悪かったよオーレス。ウォレス、パンはね、このところ毎晩の警戒態勢で新婚の奥さんが寂しがるだろうってわざと何も言わなかったのよ。何言ってるんだ。君たちだけに危険なことをさせてのうほんとしてるつもりはないよ。自分の村は自分で守る。女房もシェーラも
分かってるさ。分かったよ。もう勝手はしない。ほう、人間でも互いのことを心配することがあるんだな。こちらは？エスタス、同じ部族の仲間よ。じゃあディードと同じハイエルフかい。こりゃ100万の味方を得たようなもんだ。エイビス、エスタスはディードの客で、まだ仲間になってくれるかどうかは。その通りだ。もともとエルフは戦いを好まん。エスタス、ディードを見てるとそうとも思えないわね。同感ですね。喧嘩っ早いのは私以上です。失礼ね。少なくともセシルと比較される筋合いはないわ。リード、そういうのを喧嘩っ早いって言うんだよ。あら、やだ。差し物ディードもパンの言うことだけは聞くんだな。ごちそうさま。あ、やだ、もう。入って、エスタス。おお、ここが君の住まいか。さっきのことといい、この家といい、随分と人間に近づいたものだ。そりゃ人間と暮らしてるんですもの。暮らしている？さっきの人間の戦士、あの人とパンと一緒に。パーンか。ええ、人間とね。そう、ここは私たちの家なの。彼を愛しているのか？愛していると思うわ。ハイエルフの君が死すべき定めの人間をか？ええ、多分。なんてこった。こんなことになるなら君を帰らずの森から出すことに賛成するんじゃなかった。そんなこともあったわね。あなたが長老を説得してくれなければ、私はこの世界に来られなかったし、彼にも会えなかった。ディートリット、感謝してるわ。私は後悔している。いや、こんな後悔したことは生まれて初めてだ。そんな顔しないで。それより森の話をして。新しい子供は生まれて。子供？一番若い君がいなくなって生まれるわけがないだろう。まさかあの人間との間に。エスタス。まあいい。過去に何があったかは詮索しない。ただ今この殺伐とした人間界にこれ以上君を置いておくわけにはいかない。どういうこと？私が物見湯山で森を出てきたと思うかね？嫌よ、帰らないわ。あの戦士のためか？それだけじゃないわ。まだ人間と彼らと共に暮らしていたいのよ。同族同士で殺し合い、自然の法則を身勝手に崩し、それでいて自分たちを至上のものと思い上がっている連中とか。確かにそういう人間もいるわ。私も森から出てきた頃はそう思った。ディートリット、私は君を無理やり連れ帰ることもできるのだよ。魔法を使うつもり？最後の手段としてはね。そんなことさせないわ。ディートリット、私、人間があなたの言ってるように野蛮でそやなだけじゃないと思う。彼らの中には私たちとは異質の、そう、可能性のような。言葉の鍛錬は人間並みにうまくなったが、魔法の方はどうかな。エスタス、そうね、私にはまだあなたに勝てるほどの力はないわ。でも私だって森を出た時と同じじゃないわ。分かった。そんなに睨まないでくれ。私だって無理強いは好かない。エスタス。ただし条件が一つ。条件？君の言っている人間の中に見出した可能性というものを私にも見せてほしい。そんな。ただしそれは君が手出しをしない彼らのありのままの状態から出たものであること。それで納得できれば黙って帰ろう。どうかな。分かったわ。リード、剣をくれ。パン、
ただの夜回りに鎧まで着込むの？今までとは状況が違うからね。それに今夜は当番ではないでしょ。エスタスと話をしてほしかったんだけど。話はスレインに任せるさ。君も彼とは久しぶりなんだろ。早く行って積もる話でも。彼よりあなたと話がしたいの。ディード。このところゆっくり話もできなかったし。パン行こうぜ。リード、お客様ですって？シェーラ。ウオレス、日頃放ってるお詫びにかみさんを夜回りに連れて行く気か？違うよ。シェーラはディードのお客さんにパイを焼いたから。それとこの人が無茶しないようにパンにお願いにね。あ、危険な真似はさせないよ。約束する。よかった。あ、リード、お客様のお口に合うかどうか。ありがとう、シェーラ。あれ、喧嘩でもしたのか？そんなんじゃないよ。さあ行こうか。私もそこまで行くわ。じゃあね、リード。パン、私エスタスに森に連れ戻されてしまうかもしれないのよ。パン。長旅でさぞお疲れでしょう。レイリアの料理はディード仕込みです。多分お口に合うでしょう。あら、レイリアの料理の腕は確かよ。私なんかが教えることはないわ。だと良いのだけれど。それからセーラのパイ、村で一番料理のうまい子よ。エスタスにって。それは光栄だ。妙な香辛料が入っていなければだが。あなたに小細工が通用するとは思ってないわ。それよりパーンと言ったか？夜回りよ。今夜から村の警備を強化したの。パンはその責任者だから。というより彼がいてくれることで村の人たちが随分勇気づけられるのですわ。少々厄介なことが起こりそうで大したおもてなしもできませんが、せめて今夜はゆっくりなさってください、エスタスさん。エスタスで結構ですよ、北の賢者殿。私もスレインで結構ですよ。どうもそう呼ばれるのはおもはい。私なぞ時間という大きな流れの中のわずかな砂粒でしかないのですし、あなた方のようにその大きな流れを感じることもできない。確かに我々エルフの寿命はあなた方人間に比べると1日と100年ぐらいの差があるでしょうね。そのせいでしょう。人間は生き急ぐがゆえに過ちも随分と犯します。きっとあなたの目には愚かに映るでしょう。もう慣れましたが。エスタス。それにしてもディートリットが森を出る頃より数段邪悪さが満ちているようですね、人間界は。何事も浄化がもたらされる前はさまざまな海が出るものですわ。そんなものですかな。妖精界では考えられませんが。さぞ美しいところなのでしょうね。多分言葉では説明できぬほど。だからこの子が人間界に出たいと言い出した時には少々驚きました。お願い、人間界に行かせて。人間の世界を見てみたいの。そして彼らと接してみたいの。私は彼らの邪悪さや傲慢さに絶望するだけだと思うが。そうかしら。邪悪なものが嘆いたり悲しんだりするかしら。傲慢なものが迷ったりするかしら。さあ、それはねえ、わからないでしょエスタス。だから自分の目で本当の彼らを見てみたいの。本当に好奇心の強い子でした。言い出したら聞かないんですから。それは今も変わらないようですよ。あら、私は思ったことを素直に言ってるだけよ。強情とは違うわ。元気な子に育ってよかったと思っています。ディートリットはここ1000年もの間に生まれたただ一人の子供でしたから。それこそ部族の者たちはこぞって大切にしました。それだけに旅などととんでもないと長老たちの反対はすごいものでしたよ。エスタスが長老たちを説得してくれたの。けれど今は長老たちの方が正しかったと
反省してますかね。エスタス。エスタス、もしかしたらあなたはリードを。スレイ先生、スレイ先生。エイビス、どうしました？大変です。自警団が襲われて。まさかもうアラニア兵が。ウォレス、ランプを消せ。的になるぞ。どこから狙ってるんだ？連中闇に慣れている。ハナムを襲った遊撃兵か。多分な。村の男を集めた方がよくないか。いや、いたずらに騒ぐな。脅かしだけかもしれん。確かめてみる。パン、セシル、魔法で援護してくれ。切り込んでみる。もしまだ潜んでいたらどうするんだ。今パンに何かあったらザクソンは浮き足立ってしまう。ウォレス、その役目俺がやる。待て、ウォレス。アラニア兵名、ザクソンはお前らの好きにはさせないぞ。ウォレス、危ない。捨てろ。え？ウォレス。パーン、村を、ザクソンを頼む。ザクソンを。ウォレス、ウォレス。セシル、早く手当てよ。ダメだ、ヤンに毒。ウォレス、出てこい。闇に隠れてないで姿を現せ。出てこい。出てきて俺と戦え。パン、もう皆さん、お静かに。こんなに夜遅く申し訳ありません。すでに事情はお分かりだと思いますので、今後の対策をどうするか、やはり村全体で考えた方が良いと思って集まっていただいたのです。事態は思ったより早く動き出すでしょう。ラスター公も我々を潰すことに本腰を入れ始めたようですから。けれど逆に言えば、今回を乗り切れば二度と手を出してこないでしょう。俺もそう思う。みんな覚えているかどうかわからないが、5年前この村はゴブリンの脅威にさらされていた。俺はその時親友と2人でゴブリン退治に出て、結局俺たちだけではどうにもならなかったけれど、言ったことに間違いはなかったと思う。そうでなければ村はゴブリンに襲われてめちゃくちゃになっていたはずだ。今その時と同じことだと思うんだ。そりゃパンは戦い慣れてるからいいさ。けど俺たちはクワやカマしか持ったことがない。私はしがない雑貨屋だ。クワさえ持ったことがない。そんな私たちが国王の遊撃兵を相手にどうやって戦うんだ。そんな弱気でどうします？仕方ないさ。誰も本当に戦ったことなんてないんだ。エイビス、今さらそんなことを。よしなさいセシル。しかしこのザクソンが独立を目指して頑張っているから、他の村も徐々に立ち上がりつつあるんです。その要がこんなことでは。セシル、もうよせ。パン、どうしてうちの人がどうして。シェラ、なんでウォレスが死ななければならないの。なんで。申し訳ない。約束してくれたじゃない。無茶をさせないって。シェーラ、パンを責めても事態は良くならないわ。待っていろ、リード。パン、すまない。俺がついていながら。ウォレスを、うちの人を返してよ。パン、待って、どこ行くの。もう一度村を一回りしてくる。もう遅いわ。それにさっきのことなら気に病むことないわ。あなたが悪いわけじゃないんだから。よせ、リード。だけどあんな風に言われるなんて。大切なものを失った時は悲しみをぶつける対象がいた方が少しでも楽になる。何もその役目パンが引き受けることないわ。
あなたがどれだけザクソンのために頑張っているか、どれだけ精一杯やってるかみんな忘れて。やめてくれ。ウオレスを守れなかったことは事実なんだ。たった一人を守れないなんて情けないよ。パン、頼む。しばらく一人にしてくれ。パン、私ではあなたを慰めることすらできないの。私たちのつながりってそんなに脆いものだったの。パン、しっかり捕まえててくれないと私帰らなくてはならないかもしれないのよ。そうしたら二度と会えないのよ。人間の心は弱いものだな。エスタス、今の彼は自分を責めることしか頭にない。自分の心の痛みでいっぱいで、君を思いやる余裕もない。分かってるわ。嘆いたり悲しんだり迷ったり、怒りに感情をかき回されたり。妖精界にはそんなものは一切ない。あるのは穏やかな時の流れと互いを思いやる静かで温かい感情だけだ。妖精界。私は君が生まれた頃からずっと見守ってきた。君はやんちゃで元気がよくてよく笑って、長老たちの教えをじっと聞いているのが苦手で、しょっちゅう私のところに逃げてきた。そうね、そうだったわね。遊び疲れると私の草笛を聞きたいとせがんで、せがんだくせに聞きながらすぐに眠ってしまう。それでも私はずっと吹いていた。君のためだけに。エスタスの草笛は気持ちを落ち着かせてくれたわ。誰も君を辛い目になんか合わせない。ディートリット、帰っておいで。私たちの森へ帰ろう。懐かしい妖精界へ。きっと疲れた君の心を癒してくれる。帰ろう、ディートリット。エスタス。セシル、セシル、どうしたの？ディード、大変だ。南の門にハナムの村長が大怪我をして倒れてて。ハナムの村長が？ハナムでの惨劇があって以来、ザクソンは村の周囲を厳重な囲いで閉ざしていた。その南にあるひときわ厳重な門の外にハナムの村長が倒れていた。衣服は血にまみれてあちらこちらが破れ、そこから覗く肌が紫色に染まっている。ひどい拷問を受けた後のようだった。腫れ上がった唇から漏れる低いうめきだけがかろうじて生きていることを示していた。村長、しっかりしてください。村が燃える。レイリア、マーファの癒しを。はい。慈愛の女神マーファよ、この者の傷を癒したまえ。スレイ、ハナムの村長。今レイリアが癒しの魔法をかけています。リードは？はい。まだどこかにアラニア兵が潜んでいるとも限りません。シルフの守りをかけてください。分かったわ。見えざる大気に宿る力、自由なる乙女、風の精霊シルフよ。
矢を退ける風の守りよ。慈愛の女神、俺たちに対する脅しか。わざと村長を生かしておいて本当の見せしめにしたんですね。この状態をあまり長いこと見せておくのはよくありません。セシルとパーンはみんなを家に戻らせてください。村長は動かせるようになったら私の家に運びます。慈愛の女神マーこの者のどうぞ。お呼びだそうで。わざわざすみませんね、エイビス。パーンがどうせなら自警団の中心であるあなたに知らせておいた方がいいというもので。もしや花ムの村長死んじまったんですか？いや、村長はレイリアの癒しで傷は治ったよ。あとは体力の回復を待つだけだ。じゃあ村長の胸にアラニアの遊撃兵からザクソンに宛てた手紙が入っていたのです。彼にはそれを届ける役目もあったのです。村全体のことだから知らせた方がいいだろうってスレインと相談して決めた。何と言ってきてるんです？ザクソンの村人たちに警告する。直ちにアラニア国王に対する反逆をやめ、国王ラスター3世におとなしく従うこと。その証は滞納せし2年分の税および北の賢者とその一党の首。つまり俺たちの首ってことだ。そんな。従わざる場合は村人すべてを同罪とし死をもって裁かん。この者は汝らに対する見せしめなり。なんとかならないんですか？村には男ばかりじゃない。女子供年寄り。このままだと花ムと同じことに。そうしたくない。だから俺は前にも言ったように先手を打つべきだと思う。先手って？そうだ。俺たちと自警団でハナムに来ている遊撃兵を潰す。そうすればラスターコも俺たちがそう簡単に落ちないと知るだろう。そりゃ確かに。でもみんなの意見も聞いてみないと。判断は皆さんに任せます。分かった。しばらく考えさせてくれ。パン、昼間からお酒なんか。情けないけどさ、待つってことが相変わらず苦手でね。私たちの首とたまった税金を払ってラスター公に命乞いをするか、それとも戦いか。二つに一つだとしてもちょっぴり酷な選択ね。そうだな。でも人間の、そう君たちから見れば短い一生の中では何回か大きな決断をしなければならないことがあるんだ。もし戦わずにみんなが命乞いを望んだら。そうならないと信じたい。いや、信じる。信じられないわ。この間の集会だって結局結論が出るどころかみんなしてオロオロするばかりだったじゃないの。おまけにシェラだってパンに食ってかかる始末。リード、心配なのよ。不安なの。こんなことになって今まで一つだったはずの村の人たちの心がなんかバラバラで、村中が不穏に満ちていて、みんなが恐れ迷い自分のことしか考えていない。そうだね。俺だってこうして落ち着いて待ってられないから酒に逃げてるようなもんさ。私分からなくなってきた。大事な時だからこそ一つにならなければならないのに逆にバラバラ。なぜなの？こんな分かりきったことにすぐに答えが出ないなんて、人間が何を考えているのか分からない。リード、エスタスが言ってたわ。人間界はかつてに比べて邪悪さが増していると。だからエスタスは私を。リード、俺も人間だ。考えたことはなかったが俺は人間でハイエルフではないんだ。人間は確かに君たちエルフから比べると
精神的にも弱い種族かもしれない。でも弱さを克服しようとする力はあると俺は信じたい。エイビス、どうするんだ？本当にパンについて戦いに行くのか？アラミアの遊撃兵とやって勝てるのか？そんなことわかるもんか。じゃあどうすりゃいいんだ？俺はウォレスの二の舞はごめんだぜ。俺には女房も子供もいるんだ。もし俺に何かあったら。分かってるさ。俺だってこれ以上犠牲は出したくない。それに皆殺しなんて真っ平だ。答えは一つだ。しかしならばハナムの村長のように拷問でズタズタにされるか、それとも戦って死ぬか。それはどうするんだエイビス。仕方あるまい。じゃあ決まりだな。随分と深刻な顔だ。エスタス。そんな顔をさせるとは。やはり思った通り、あの人間の戦士は君にはふさわしいとは思えんな。それは私が決めることだわ。人間なんかと恋をしても不幸になるだけだ。そんなことあなたにわかるわけがない。いや、わかるさ。少なくとも君と彼とはそう長くは共にいられない。それは人間同士だって同じよ。現にシェーラだってもう。確かに。だが仮に彼が彼の寿命を全うし年老いて死んでいっても、君にはそこから先人間には考えもつかない長い命がある。いや、むしろ彼を失ってから先の命の方が今までよりずっと長いかもしれない。君は我々の部族の中では一番若いのだから。パーンがいなくなってから。そう。人間の定められた寿命とハイエルフの寿命とは長さが違いすぎる。君はハイエルフで彼は人間だ。私はハイエルフでパーンは人間。俺は人間でハイエルフではないんだ。が私ならずっと君のそばにいてやれる。エスタス。少なくとも長老たちは私と君が一緒になることを望んでいる。私があなたと？私もそう望んでいる。エスタス、あなた私を迎えに来たのは？その通りだ。そんな急すぎるわ。そんなこと考えたことも。返事は急がない。エルフ同士の愛情は長い時間をかけて育むものだ。急ぎはしない。君が私に目を向けるまで、君のためなら100年でも1000年でも待つさ。エイビス、今パーンは一人だ。よし、リードがいると厄介だからな。何人かは俺と来てくれ。エイビス待って。まさか本当にパンたちの首をラスター校に？ああ、これ以上犠牲を出すわけにはいかない。シェーラ、お前だってパンを恨んでたじゃないか。あの時は気が高ぶって。なあシェーラ、死んだウォーレスだって村が危険になるのは望んじゃいないさ。そりゃでもこれ以上村の者の命をパンたちの理想の犠牲にするわけにはいかないんだ。パンたちの理想？そんな独立はみんなの意思だったじゃない。そうよ、ウォーレスにとっても。分かってくれシェーラ、みんな家族がいるんだ。さあ行くぞ。ウォーレス、
これがあなたの望んだこと？そうなの？レイリア。リード、どうしたの？ちょっといい？もちろん。今お茶を入れましょうね。お酒にしましょうか。スレインは？本を読み出したら何も聞こえない人なのよ。ハナムの村長さんの容体は？あとは気力の回復を待つだけ。体の方はもう大丈夫。ひどい怪我だったものね。レイリアがいなかったらとても生きちゃいないわね。リード、話したいことはお腹に溜めちゃいけないわ。あなたはエルフの割には意地っ張りで私時々あなたが人間の女性に見えてしまうのよ。レイリア、私どうして人間に生まれなかったんだろう。どうしてエルフなんかに生まれちゃったんだろう。リード、わからないの。パンが何を考えているのか。いえ、本当に私なんかがパンのそばにいていいんだかわからないのよ。リード、不思議なものね。エルフも人間も一番大切だと思う人の心が一番知りたくて、時には一番わからないものなのね。一番大切な人の心？それはあなたも私も同じ女性だからでしょうね。レイリアと私が同じ？リード、あなたがパーンと一緒にいる理由の中にあるかしら。人間だからとかエルフだからとか。いいえレイリア。ただパーンという人と一緒にいたかっただけなんでしょ？だけどエスタスはこのままパンと一緒にいることは私が不幸になるだけだって。リード、私は思うのよ。女性はね、不幸になりたくないからという理由で愛することをためらったりはしないって。レイリア、あなたには分かってるはずだわ。パーンと離れて故郷に帰るのが幸せか、このままずっと一緒にいるか、どっちが自分にとって幸せなのか。先生、シェーラ、ヘイビスたちが皆さんの首をラスター湖に差し出すと言って。何ですって？それは村で決めたことですか？スレイン、あなたわかりません。ただ自警団の男たちは皆。なぜあなたは？シェーラ、フォーレスはあの人はこんなことを望んでるはずないんです。こんな結果になるためにあの人は死んだんじゃない。このままじゃ彼がかわいそうで。よく知らせてくれました。シェーラ、スレイン、私家を見てくるわ。パーンの家の周囲はすでに自警団の男たちに取り囲まれていた。その中からすでに傷を負わされたパーンが剣も抜かずに飛び出してきた。彼らは獣を追い立てるように松明の明かりでパーンを取り巻いた。悪いなパーン。けどこうでもしないと村は全滅しちまう。エイビス、俺たちの首を持って行って素直にラスター公が許すと思っているのか？少なくとも皆殺しは免れる。村のために死んでくれパーン。いや来るな、ディード。怪我、今助けるわ。来るな、逃げろ。逃がすな。そいつの首もいるんだ。エイビス、リード、みんな家族がいるんだ。村を守りたいんだ。わからないわよ。こんな卑劣な真似は。俺たちは大勢を生かす方を選んだだけさ。ディード、危ない。大丈夫、かすっただけだ。どうしてここまでするって、どうして剣を持たないの？村の人間に剣は向けられない。ウォレスに頼まれたからな。ザクソンのこと
そうさ、ウォレスはこんな風になるために死んだんじゃない。ウォレス、こんなことって。村を助けるためなら仲間でも裏切っていいわけ、殺してもいいっていうの。それが人間のやり方なの。それはパーンがどれだけあなたたちのことを考えて頑張ってきたか、それをこんな形で。私は許さない、許さないわ。ティート、何を。私は許さない。我が盟友たる偉大なる風の王イルクよ、我が召喚に応じその姿を現せ。ティート、広瀬。風を避けて刃と高き風の王イルクよ。なんだこの風は。服が刻まれる。やめろティートリット、みんなを殺すつもりか。許さない、私は許さない。やめろティート、やめるんだ。みんなを傷つけたら二度と人間と暮らせなくなるぞ。ティート、俺たち人間を分かってくれたから一緒にいてくれたんだろう。ティート、パン下がれ。リードを眠らせる。ヘスタス。眠りを司る砂の小人よ、彼女の瞳に砂をまけ、安らかな眠りに誘うために。眠っているだけだ。ひどく悲しそうな顔をしてな。ティート。パン、俺はエイビス、俺たちを殺して村が救われると思うならもう一度機会をやってもいい。その時は俺も全力で戦う。そうすればお前たちの中で何人かは命を落とすことになるだろう。その覚悟があるなら俺は逃げも隠れもしない。それともここでもう一度やるか。待ってくれパン。俺は命が惜しかったんだ。このままじゃ間違いなく俺たちは殺される。村中が皆殺しになると思ったんだ、ハナムのように。それが怖かったんだ。エスタスがいなかったらお前たちはラスター校に殺される前に死んでいたな。ディードは必死に俺たち人間を信じようとしてくれたんだ。何の代償も求めずにな。ディード、それだけは忘れるな。どこへ行くつもりだ。エスタス、彼女にあれだけのことをさせておいて黙ってどこへ行く。今度のことに決着をつけてくる。アラニア兵のところに行くのか。お前たちを殺そうとした連中のためにむざむざ殺されに行くのか。簡単に殺されるつもりはない。お前はそのつもりでも運命はそう優しくはないかもしれんぞ。かもしれん。待て、ディートリットを悲しませるつもりか。今は他に方法がない。彼女があれだけ取り乱した訳を知っているのか。私は彼女を帰らずの森に連れ帰るつもりで来たのだ。この邪悪な人間界に置いておくことは決して彼女にとって良くないからだ。しかし彼女は人間にもいいところはあると。お前を愛しているからと。ディートが。しかしもうこれ以上彼女をとどめ置いて傷つかせるわけにはいかない。ディードがそうしたいなら仕方がないと思う。確かに止める権利はないと思う。ただ彼女は人間に本当に絶望したかな。当たり前だ。そうかな。ディードは多分
それでも思ってくれるんじゃないかな。人間も捨てたもんじゃないって。さっきのように自分のことしか考えないような奴らをか。彼らだって必死だったんだ。村を守ろうとしてな。そのやり方を少し間違えたんだ。俺たちは君たちよりずっと間違いを犯しやすい。定められた時間の中で生き急いでいるからね。そしてまたお前も請求に事を運ぼうとしている。ああ。でも俺にはこんなやり方しか思いつかないんだ。わからんな、人間のすることは。そうだな。バカ者が。ティード、よかった。もう大丈夫だわ。私、風の王を呼び出そうとしてエスタスに眠りの呪文をかけられたのですよ。イルクを。でも誰も傷つけずに済みましたよ。よかった。スレイ、大変です。パンがパンがどうしたの？いないんです。どこを探しても。もしかすると。その通りだ。あの大バカ者は一人でアラニア兵のところに行った。自分を殺そうとした村人を救うためにな。エスタス、本当ですか？それしか方法が思いつかんそうだ。パン、行くわ。待ちなさい、リード。聞こえない。私たちも行きますよ。聞こえているじゃありませんか。セシルはどうしますか？今さら聞かないでください。パンを一人で行かせるものですか。待ってくれ。エイビス。自警団の方々ももううちは揉めはごめんですよ。違うんだ。俺たちも連れてってくれ。なんですって。よくも抜け抜けと。あいつがこんな俺たちのために一人で犠牲になるなんて。俺自分が情けなくてなんであんなことしちまったのかって。エイビス、ウォーレスだって自警団のみんなだって村のために戦おうと頑張ってきたんだ。それはパンが決めたことでも何でもない。俺たち自身が望んだことだった。リード、許してやって、みんなを。セーラ。私ね、思ったの。もしウォーレスが生きていたらエイビスと同じことをしたかもしれないって。そうですね。私も家族のためなら同じ選択をしたかもしれませんね。スレイン先生、行きましょう、一緒に。ディード、あなたたちが立ち上がってくれることがパンの一番の願いだったの。ありがとう、エイビス。許してくれるのか。仲間じゃない。みんな、ディードが許してくれたぞ。これで心置きなく戦える。武器を取れ。パンを一人で行かせるな。ハナムの人たちの無念を晴らしてやろうじゃないか。つくづくわからん。ここで下せた決断ならとっくに決まっていただろう。違うわ、エスタス。今でなければこの決断も下せないし、ここまで来なければみんなの心もここまで一つにはならなかったわ。どういうことだ。あなたが言う通り、人間はよく過ちを犯すし邪悪な部分もたくさん持っている。でも彼らはそこに気づいた時正そうと思うの。そのためにはほんのわずかなきっかけが必要なの。それをパンが作ったの。自分が傷つけられても彼らのことを考え、そして彼らのために一人で立ち上がった。だから彼らは。そんなことで考えが変わるのか。彼らはいろんな事件にぶつかって成長していくの。一人一人、そして種族全体が。そう、彼らには私たちの神すらも超える日が来るかもしれない。それが君の見出した可能性か。ええ。セシルを先頭にザクソンの村人たちは思い思いの武器を手にして街道を進んだ。その数は100人を超えていた。
ディードリットは一行と歩調を合わせるのももどかしく、一人先を飛ぶように走った。そしてハナムを目前に控える峠に差し掛かった時、頂上付近でポツンと腰を下ろしている一つの人影を見つけた。本当？パンよ、セシル、パンだわ。パンひどいわ。私を置いていくなんて許さないから。本当に許さないんだから。ディード。パン、忘れちゃったの？私はあなたの背中を守るんだって約束したじゃない。ごめん、見事なものだ、パン。君は自分がいなくなれば村人が団結すると思っていたのだろ。それは買いかぶりだ。実のところ俺はどうすれば勝てるか途方に暮れてたのさ。そしたらなんとなくみんなが来るような気がして。なぜだ？昔ゴブリン退治に飛び出した時、助けに来てくれた人がいた。誰も来てはくれまいと思っていたのに。だから今度も。あれだけ手ひどく裏切られてか。言ったろ、人間はそう捨てたもんじゃないって。パン。エスタス、改めて言っておく。ディードが望まない限りは決して森に返さない。乾杯だ。敗者はおとなしく森に帰るとしよう。エスタス、ディートリット、私も君の言う可能性とやらにうなずかざるを得ない気がする。元気で。あなたも。さらばだ、戦士殿。パン、ディード、置いてきますよ。いつまで見送ってるんです？それともディードと二人きりでいたいだけですか？セシル、焼くな、一人者。なんですって？セシル、そのエネルギーはハナムについてから使ってほしいものですね。そう、扉を壊す勢いで。ああ、またみんなで私を半人前扱いですか？不愉快です。その息だ。みんな行くぞ。ロードスという名の島がある。呪われた島と人は言う。しかしその中でも人々は命の竹を燃やして生きているのだ。